こんにちは、リリナナです。今日はこちらの模様編みで小さなミニバッグを編んでみました。もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はセリアさんで購入したニューマリーナブークレー。こちらのカラーナンバー33番、こちらを使用していきます。こちらは面が 100%、約 25g、約 31m。使用かぎ針が5号から6号。標準ゲージが17目26段となっています。かぎ針は7号針の 4mm を使用していきます。で、糸と針はお好きなもので大丈夫なので、何か余っている糸などで作ってみてください。はい、ではまずは一度引き締めて、ここから鎖編みを14目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。鎖編み14目編めました。で、次は長方形を編んでいきます。まずは1段目、鎖1つで立ち上がります。で、私は裏山を見ながら編んでいきます。上から数えて1個2個目の裏山。こちらに細編みをまずは2回編んでいきます。1回で同じ目にもう1回編みます。次の目から細編みを12目編んでいきます。1、2、3。はい、細編みを12目編めました。で、残り1目あるんですけども、こちらに細編みを3目入れていきます。1で同じ目に針を入れて、2でまた同じ目に針を入れて、糸端を編みくるみながら編んでいきます。で、次の目から細編みを13目編んでいきます。一番最後までですね。1、2、3。はい、細編みを今12目編んで、で、ここが最後になります。細編み2目編んだところと同じ穴ですね。こちらに針を入れて、細編み。ちょっと分かりにくいんですけども、立ち上がりの1目があって、こちらが最初の目になります。こちらに針を入れて、で引き抜きます。で、これで1段目が編めました。で、次は2段目。鎖1つで立ち上がります。引き抜いた目と同じ目。こちらにまずは細編みを1つ。次の目には細編み、鎖2目、細編みと編んでいきます。細編み、鎖2目、同じ目に細編み。で、鎖2目のところにまた細編み、鎖2目、細編みとどんどん編んでいくので、もしこちらがわからなくなりそうな方は、鎖2目のところにマーカーをつけておくといいと思います。で、次の目から細編みを12目また編んでいきます。1、2、3。はい、細編みを12目編んできました。で、次の目に細編み、鎖2目、細編みと編んで角を作っていきます。細編み、鎖2目、同じ目に細編み。で、次の目には細編みを1つ。次の目には細編み、鎖2目、細編みと角を作ってあげます。わからなくなりそうな方は鎖2目のところにマーカーを
つけてみてください。で、次から細編みを12目編んでいきます。1、2、3。はい、細編みを12目編んできました。で、こちらが最後になります。最後にも角を作るので、細編み、鎖2目、同じ目に細編み。で、ちょっと見づらいんですけども、引き抜いたところがあって、立ち上がり、で、最初の細編みの頭がこちらになります。こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで2段目が編めました。で、次は3段目。3段目からはこちらのマーカーのところですね、鎖2目を編んだ4箇所、こちらに細編み、鎖2目、細編みと編んでいきます。他の部分は細編みを1つずつ、鎖1つで立ち上がって根元に細編みで、次の目にも細編み、細編みの頭には細編みで、こちらマーカーがついているところが鎖2目をしたところになります。こちらに細編み、鎖2目、細編みで、次はこちら細編みの頭から細編みを1つずつ編んでいきます。こちらの鎖編みに入る手前まで細編みを1つずつ入れていきます。はい、角まで来ました。角にも細編み、鎖2目、細編みで、ここからは同じになります。細編みの頭には細編み、鎖2目を編んだところには細編み、鎖2目、細編みで、細編みの頭には細編み、角には細編み、鎖2目、細編みとぐるっと編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。角には細編み、鎖2目、細編みで、一番最後こちらに細編みがあるので、ここも忘れずに細編み1つ最後編んであげてください。で、引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、次からは3段目の繰り返しになります。私は4段で終わりにするので、4段目も同じように細編みの頭には細編み、角には細編み、鎖2目、細編みで、また細編みの頭には細編みとぐるっと編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。で、引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで4段目が編めました。で、次は5段目。5段目は1周細編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、まずは細編みの頭には細編みを1つずつ。で、角の鎖2目を編んだところ、こちらには細編みを1つ編みます。増やさずに細編みを1つ。で、また細編みの頭には細編みを1つずつ。という感じでぐるっと編んでいきます。角の細編み、鎖2目、細編みと編んだところには、鎖2目のところに細編みを1つだけ編んでいきます。で、こちらの角、鎖2目を編んだところに細編みを1つ。で、また細編みの頭には細編みというように最後まで編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。で、引き抜いたところ、ちょっと分かりづらいんですけども、立ち上がりがあって最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで5段目が編めました。で、5段目の1周が54目になっています。で、今回使う模様は3の倍数だったら編めるので、もしサイズを変えたいなという方は最終段が3の倍数になるように調節をしてみてください。
で、次は6段目。まずは鎖1つで立ち上がります。で、根元ではなく、次の目から1目飛ばして、次の目に細編み鎖2目細編みと編みます。細編み。最初の目がもしわからなくなりそうな方はマーカーをつけておいてください。で、鎖2目。同じ目に細編み。で、2目飛ばします。1、2。で、3目目に同じように細編み。鎖2目。同じ目に細編み。1、2、2目飛ばして3目目に細編み、鎖2目。細編みとぐるっと編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。細編み、鎖2目、細編み。で、一番最後は1目残っています。こちらを飛ばして、こちらのマーカーで引き抜きます。一番最初の細編みに引き抜いて、で、これで6段目が編めました。で、次は7段目。7段目は、下の段の鎖2目のところに細編みを3目編んでいきます。で、その時に鎖2目のところに引き抜いて、で、スタートの位置を移動させてあげてもいいんですけども、今回は簡単に鎖1つでこのまま立ち上がってしまって、で、こちら鎖2目のところに細編みを3目編んでしまいます。このまま鎖を3目。で、立ち上がりが結構斜めになっているので、最初の目がわからなくなってしまったりするので、最初の細編みの頭にマーカーをつけておきます。で、次からはこちら鎖2目を編んだところに細編みを3目。で、これを繰り返していきます。鎖2目のところに細編みを3目と最後まで編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。下の段の鎖2目のところに細編みを3目編んでいます。で、一番最初の細編みですね。こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで7段目が編めました。で、次からは6段目、7段目の繰り返しになります。鎖1つで立ち上がって、で、1目飛ばして、細編み3目編んだ真ん中の目、ここから細編み、鎖2目、細編み。で、わからなくなりそうな方は最初の目にマーカーをつけておいてください。で、1、2、2目飛ばして、細編み、鎖2目、細編み、編んでいきます。で、次の段では7段目と同じなので、一番最初の目に引き抜いて、鎖1つで立ち上がってから、こちらの鎖2目のところに細編み3目、編んでいきます。で、もしわからない方は6段目、7段目を繰り返しながら動画の方を巻き戻して見てみてください。では、6段目、7段目を繰り返して上に書いてある段数まで編んでいきます。はい、14段まで編んできました。で、だいたい模様の高さが6センチぐらいになっています。では次は15段目。1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がって根元から細編みを1つずつくるっと編んでいきます。はい、最後の目まで細編みを編んできました。で、引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで15段目が編めました。で、次は持ち手を編んでいきます。まずは鎖1つで立ち上がって細編みを斜め編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7。斜め編めたら鎖編みで持ち手を作っていきます。で、こちらはお好きな目数で大丈夫なので、お好みの長さ鎖編みをしてみてください。
1、2、3、4、5、6。はい、鎖編み20目編めました。で、そしたら細編みを編んだ隣の目から13目開けていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。14目目から細編みを14目編んでいきます。1、2、3、4。はい、細編みを14目編んできました。で、次は鎖編みをまた同じ目数ですね。こちらと同じ目数編んでいきます。1、2、3、4。はい、鎖編みを編んできました。私は20目編んでいます。で、そしたらこちら、細編みを編んだ隣の目からまた13目開けていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。で、14目目に細編み。こちらから最後の目まで、目で言うと7目あると思うので、細編みを最後まで編んでいきます。はい、細編みを最後の目まで編んできました。で、引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで16段目が編めました。で、16段目まで編んで、もし持ち手の部分などがずれている方は、ちょっと調節をしながら編んでいただきたいんですけども、こんな感じでずれていたら、ちょっと調節をしてみてください。で、だいたい目が同じところにあって合っているようだったらこれで大丈夫です。で、次は17段目。ではまずは鎖1つで立ち上がります。で、こちら鎖編みに入る手前の細編みですね。そちらの手前までまずは細編みを1つずつ編んでいきます。はい、最後の細編みの手前まで細編みを編んできました。で、そしたら一番最後の目と次の目の鎖編み、こちらで減らしていきます。こちらに針を入れて糸を持っていきます。で、次は鎖編みのところですね。これは上半目でも裏山でも何でもいいんですけども、私は今回上半目と裏山2本拾って細編みを編んでいきます。で、3本引き抜く。で、次からは1つずつ細編みを編んでいきます。で、一番最後の鎖編みでまた減らしていきたいので、その手前までまずは細編みを編んでいきます。はい、持ち手に細編みを編んで、一番最後鎖編みが残っています。一番最後の鎖と次の細編みの頭、こちらで減らしていきます。3本一気に引き抜く。で、次からまた細編みを編んで反対側も同じになります。こちらの最後の細編みですね。細編みと鎖編み、こちらで減らして他は細編み。で、こちらも一番最後の鎖編みと最初の細編み、こちらで2目で減らして最後まで細編みというように編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで17段目が編めました。で、次は1周引き抜き編みをしていきます。このまま立ち上がりをせずに、1個2個目、こちらから引き抜き編み。で、最初の目にマーカーをつけておきます。1つの目に1つずつ、減らし目をしたところも1つずつ引き抜き編みをしていきます。はい、最後の目まで編んできました。で、そしたらチェーンつなぎをしていきます。糸処理できるぐらい残してカットをします。糸を抜いて、とじ針に糸をつけて、こちらマーカーがついているところに針を戻します。で、糸が出ているところと
下の段の細編みの頭ですね、こちらに針を入れてこのまま引っ張ります。で、他の部分も糸処理をしておきます。はい、こんな感じでできました。で、だいたいサイズがこちらは14センチで、こちらの高さが 6.5 センチぐらいで、こちらがだいたい 7.5 ぐらい、そこの部分がだいたい 5.5 センチと10センチぐらい、持ち手の幅が1センチで、こちらの間が 4.5 センチで、だいたい長さが14センチぐらいになっています。で、もしかしたら人によって上のこちら細編みを編んだ部分ですね、こちらがちょっと広がった感じになってしまう方もいらっしゃるかなと思います。で、そういう場合は今まで編んでいたものよりも号数を1号下げて、こちらの細編み部分15段目からですね、編んであげるとバランスよく編めると思います。編み癖によって調節をしてみてください。では今回は模様編みでミニバッグを編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。